こんにちは。アダルト・チルドレンについての電子書籍作家、自分探しイズムです。このチャンネルは、アダルト・チルドレンの治し方や改善方法や生きやすくなるための情報を配信しているアダルト・チルドレン専門チャンネルです。興味ある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。今日はアダルト・チルドレンから回復できない人がハマりがちな、そしてハマっていることに気づかないので回復が進まないという罠にもなる防衛規制について話します。アダルト・チルドレンからなかなか回復しない、そしてなんで回復しないのか全く見当もつかないという人はこれの可能性もあるので、ぜひ最後まで見ていってください。防衛規制とは、心理的苦痛やストレスや不安や耐えられない状況から自分を守る心理的メカニズムです。人間に組み込まれているメカニズムなので、ほとんど無意識のうちに行われます。つまり人間は誰でも無意識で自分を守ろうとします。まず知っておいてほしいことは、防衛規制自体は悪いものではないということです。心理的に健康な人もたまに使います。たまに使う分には素晴らしいメカニズムです。でもアダルト・チルドレンは過酷な環境を生きていますので、防衛規制を多用している人が多いです。防衛規制を多用しすぎていると、心や人間関係にいろいろ問題が出て、アダルト・チルドレンの回復の妨げにもなります。そして無意識で使っているから、なんでこうなるのかが全くわからないという状態になるのです。防衛規制を理解して、自分が知らず知らずのうちにどのような防衛規制を使っているのかが分かれば、習慣を変えていく準備が整います。防衛規制はいくつかありますが、ここではアダルト・チルドレンが多用しがちな防衛規制を紹介したいと思います。自分は無意識で防衛規制を使っていないかと考えながら続きを見てください。まず、アダルト・チルドレンを理解するのには欠かせない防衛規制は抑圧です。抑圧とは、自分にとって嫌な不快な感情を意識から消すことです。例えば、親が心が未成熟で甘えさせてくれないとします。心が未成熟な親は甘えられると怒りを覚えるので、すぐに怒ります。こうなると子供は憎しみを持ちますが、親がいないと生きられないので、親に嫌われるわけにはいきません。憎しみを表現できません。でも本性的な欲求が拒否されるのだから、憎くて憎くて仕方がないという状態になります。この状態ではまともに生きられないので、この憎しみを抑圧します。他にも暴力を振るわれたなどで、恐怖や苦痛や怒りを感じていても、それを意識から消して、表面上は何もなかったかのように生活しているかもしれません。子供の時でこれです。大人になったらなおさら忘れています。次は投影です。投影は自分にある認めたくない性質を自分にはないとする代わりに他人にあるとしてしまうことです。例えば自分が自己中心的だとします。でもそれを認められない人は
相手が自己中心的のように見えます。本当にそのように見えてしまうのです。確かに誰にでも自己中心性は少しはあります。相手に1あったら、それを拡大して10あるように見えるということです。だから間違いなく、あいつは自己中心的だと確信しています。もちろん自己中心的だだけではなくて、気が弱いとか、金に汚いとか、甘えているなどなど、自分にある認めたくないものが相手にあるように見えてしまいます。こうなれば人間関係がうまくいくわけがありません。次は反動形成です。反動形成は自分の中にある認められないことを感じないで済むように、それとは真逆の言動をすることです。例えば劣等感が強い人がやたらと自慢話をしたり虚勢を張るのは反動形成です。本当は自分はひどく劣っていると感じています。でもそれを認められないので、俺はすごいんだぞと大げさにアピールしないといられないのです。また他人の幸せが大嫌いで、でもそんな嫌な性質が自分にあるとは認められない人は、他人が成功した時に大げさに褒めたり、大げさに喜んでいるふりをすることがあります。これなども反動形成です。皆さんの周りにもなんか変だな、なんか大げさだなと感じる人いませんか？反動形成だから大げさになるのです。反動形成も対応していれば嫌われてしまいます。次は置き換えです。置き換えはどうにもならないストレスを他の対象に置き換えて発散することです。例えば上司に怒られたイライラを上司には言えないので配偶者や子供にぶつける。恋人へのイライラを恋人にぶつけて別れ話になったら困るので妹にぶつけるなど、ある人に対する感情を対象人物を置き換えてぶつけることなどが置き換えです。対象の置き換えは人物だけではなくて食べ物や買い物などに置き換えることもあります。例えば人間関係のストレスを食べまくることで解消するとか、買い物しまくって解消するなどです。次は合理化です。合理化は受け入れがたい、認めがたいことに対してもっともらしい言い訳をして自分を納得させることです。例えば昇進できない人が俺は出世に興味はないと自分に言い聞かせるとか、恋人ができない人が私は恋愛には興味がないと自分に嘘をつくなどが合理化です。本当は欲しいのに欲しくないふりをしていると手に入らないし、心はおかしくなっていきます。次は否認です。否認は現実を否認するということです。現実では辛すぎて生きられないので、現実を勝手にこうだということにしてしまうのです。例えば愛されて育っていないのに、それは誰にとってもショックなことですから、その現実を否認しようと
私は愛されて育ちましたと言い続ける人がいます。あるいは過干渉の親が、これは過干渉ではない、子供を愛しているから言ってるの、いつでもやめられると言い張るなどもそれです。もちろん言い張るだけでやめることはできません。あるいは恋人から DV を受けて親に別れるように言われている。でも親に恋人は本当は優しい人なのと現実を否認する人もいます。次は対抗です。対抗は耐え難い状況に陥ったときに幼児の行動に戻ることです。例えば大人が心理的にピンチに追い込まれたときに子供のように泣き叫ぶなどがそれです。10年ぐらい前にある県会議員が政務活動費を着服していたのがバレて会見をしました。皆さんは覚えていますでしょうか。彼は会見中に大泣きをするという前代未聞の行動をしましたが、これなんかは対抗です。他にも就職とともに一人暮らしを始めたばかりの若者が環境の変化に対応できずにストレスを抱えて急に親に頻繁に電話をするようになったなど依存的になるのも対抗にあたります。次は保証です。保証は自分にある劣等感を他のことで補おうとする心理的メカニズムです。例えば勉強の成績が悪い人が部活でそれを取り返そうと頑張るとか、会社でうまくいかない人が子供を優秀にして世間を見返そうとするとか、ルックスに自信がない人が知識をたくさんつけて周りに認められようとするなどがそれです。保証は適正範囲内であれば良いメカニズムですが、劣等感をバネにしているだけに過剰になりすぎる可能性があります。劣等感の強いアダルトチルドレンは気をつける必要があります。次は同一化です。同一化は成長の過程で自分が尊敬する人の一部を自分の中に取り入れることです。例えば、子供は親の価値観や生活態度、物の見方などを取り入れ、親と似たような人格になることがあります。親以外にも先輩や先生、上司などの価値観を取り入れるかもしれません。同一化は他者の良い面を自分のものとして取り入れることで自分の人格形成に役立ちます。でもアダルトチルドレンは自分がない人が多いです。同一化が強すぎると自分がないために自分の決断や行動に自信を持てず他人の意見に全部左右されてしまいます。よって自分独自の表現や創造的な能力が発揮されない可能性があります。自分自身をしっかりと持った上に同一化していくということが重要です。いくつか見てきましたが、このように防衛規制は耐え難いもの、認めたくないものを無理やりないことにしたり、ごまかしたりするため、現実から逸脱してしまいます。
自分だけ現実とは違うところで生きているのです。こうなれば、自分の問題を認識することも解決することもできません。だからアダルト・チルドレンは、なぜ自分はいつもこうなるのかということが分かっていないことが多いです。分かっていないので、同じことを繰り返すし、問題が悪化してしまうのです。問題が悪化するとは、例えば、憎しみを抑圧している人は、どんどん憎しみを溜めていきます。そしてその憎しみが関係のないところで爆発してしまうかもしれません。また、現実の相手を見ていないのですから、人間関係がうまくいくわけがありません。親しい人はできないし、心が触れ合うこともないし、嫌われてしまうこともあります。このように防衛規制はその場しのぎには役に立ちますが、長期的にはむしろ問題を継続させてしまうだけではなく、心の問題を悪化させてしまいます。なので自分は防衛規制を多用していると気づいたら、必要のない防衛規制を減らす努力をしていきましょう。減らすには、まず自分がどのような防衛規制を使っているのかを知ることがとても重要です。そのためには、たくさん時間をかけて自分を内省して自分のことを理解することです。次に大事なのは、自分を丸ごと受け入れるということです。抑圧、投影、反動形成、合理化、否認、保証などは、ありのままの自分を拒否しているから起こるのです。自分が感じている通りに感じてよければ、そのような防衛規制を使う必要はありません。自分はどのように感じているのかに気づいて、そしてこの自分でいいんだ。どのように感じてもいいんだ。自分はこのままで皆と同じように価値があるんだと心底納得する努力をしましょう。では、ポイントを振り返ります。アダルト・チルドレンの人生は、心理的苦痛やストレスや不安や苦難に満ちていますので、防衛規制を過度に使っている人が多いです。そして防衛規制はほとんどが無意識で使われているので、自分でも気づかないうちに習慣になり、使いすぎておかしくなっているのが多くのアダルト・チルドレンです。そこでアダルト・チルドレンは抑圧だけではありませんが、抑圧が多いです。まだ処理をしていない感情がたくさんあるということです。抑圧は一時的には自分を守るためにとても役に立っていますが、でも意識から消しても無意識にはきちんとあるので、無意識から悪さをします。例えば、親に対しての憎しみを抑圧している人は、その親に対しての感情が突然別の人に対して爆発するかもしれません。つまり憎しみを抑圧している人は、周りの人をすぐに憎みます。そして親への憎しみは意識から消しているのだから、意識にないのだから、自分が友達を憎んだ本当の理由には気づきません。
友達を憎んだのは友達のあの言動が悪いからだと本気で思い込みます。確かに友達のあの言動で引き金を引かれたのですが、あの言動だけだったら、そんな簡単に、それもそんなに激しく憎まないのです。大元に何かがあるから、あの言動でそこまで大きな爆発になったのです。このように抑圧した意識にはない何かが自分を蝕んでいるのです。アダルト・チルドレンを回復するには、この意識にはない何かを癒さないといけません。意識にないから厄介なのです。なかなか回復が始まらないのです。抑圧された感情を処理するには、かつて何があったのか真相を究明し、自分自身を理解することが必要です。抑圧以外にも、自分がどのような防衛規制を無意識で使っているのかを知って、自分を理解して、習慣的に使っている防衛規制を使わないでもいいように自分を育てていく必要があります。自分を育てるとは、ありのままの自分を認められるように自己肯定感を上げていくということです。では今日はここまでにします。X でもアダルト・チルドレンについて発信していますので、興味ある方はそちらもフォローしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。